こんにちは、ベビーホップ TV です。今日は、親にとって非常に大切な話題、赤ちゃんの予防接種についてです。赤ちゃんの予防接種は、多くの病気から私たちの大切な子供たちを守るために欠かせません。時に病気にかかれば、自然に免疫がつくと思われがちですが、そのリスクは計り知れません。実際には、予防接種を受けていない赤ちゃんが感染症にかかると、重症化し、命に関わることもありますし、後遺症に苦しむこともあります。予防接種については、いろいろな考えがあることは分かっています。ですが、感染症から私たち自身と大切な家族を守るために、予防接種について、じっくり考えてみるのも大事ですよね。皆さんの健康を守るための一つの方法として、この情報を参考にしていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは、子育てに役立つ情報を定期的に更新しています。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。まずは、ワクチンの種類から説明します。ワクチンには種類があり、それぞれ接種の間隔も異なります。このことを知っておくと、予防接種の計画を立てやすくなりますよ。ワクチンには大きく分けて、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。生ワクチンは、病原体を弱らせたものを使用しており、MR ワクチンや水痘、水疱瘡、BCG、オタフク風邪ワクチンなどが該当します。ここで覚えておきたいのが、注射タイプの生ワクチンを接種した後、次の注射タイプの生ワクチン接種には、最低27日以上の間隔を空ける必要があることです。これは、ワクチンが効果を最大限に発揮するために重要なルールです。予防接種のスケジュールを立てる際には、この点を考慮して、接種間隔を適切に設定しましょう。特に、複数の生ワクチンを接種する場合には、間隔をしっかりと管理することが大切です。赤ちゃんの健康を守るためには、予防接種のスケジュール管理がとても重要です。不明な点があれば、いつでもかかりつけの医師に相談してくださいね。赤ちゃんにとって、最適な予防接種の計画を立てることが、健康で安心な成長につながります。それでは、まずは予防接種の予約方法から見ていきましょう。さて、大切なのは予防接種の予約方法です。赤ちゃんにとって、適切なタイミングで予防接種を受けることがとても重要です。まず、予防接種スケジュールについてお話ししましょう。赤ちゃんの年齢に応じて、受けるべき予防接種が決まっています。母子手帳や市町村からの通知をよく確認して、スケジュールを把握しましょう。予約の方法はとても簡単です。通常、市町村から予防接種の案内が届きますので、それをもとに病院や保健所に連絡して予約を取ります。予約をする際には、赤ちゃんの名前、生年月日、予約したい日時を伝えましょう。予約の際に確認すべきポイントもあります。例えば、接種当日に特に注意すべきことや、予防接種後の体調管理についても、医師や看護師さんからのアドバイスがあるかもしれません。また、万が一の体調不良時の対応方法についても聞いておくと安心です。予約をするときは、少し緊張するかもしれませんが、わからないことがあれば、質問しておくと安心ですね。医療スタッフの方々は、皆さんの疑問に答えてくれるはずですよ。ちなみに、多くの小児科では、予防接種専用の時間帯を設けています。事前にクリニックに確認し、必要な場合は予約を取りましょう。接種に慣れていない月齢の時は、副反応が出ることもあるので、休診日の前日は避けると安心です。また、接種後の体調変化に対応できるよう、夕方近くの予約は避けた方が良いでしょう。接種の翌日に保育園で発熱すると、仕事を早退することになるので、仕事が休みの日の前日に接種するのも、一つの手です。当日の持ち物と赤ちゃんの服装、予防接種の日が近づいてきましたね。当日は何を持っていくべきか、赤ちゃんはどんな服を着せるべきか、一緒に準備を確認してみましょう。当日の持ち物リスト、必要な持ち物は、母子手帳と予診票、保険証、乳幼児医療証、診察券、お薬手帳などです。予診票の記入は病院でも可能ですが、首が座っていない赤ちゃんを抱っこしての記入は大変です。事前に予診票を取りに行ける病院もあるので、念のため、事前に確認してみてくださいね。タオルや着替えも忘れずに。赤ちゃんの服装についてですが、着脱しやすい服が最適です。ボタンやスナップボタンのついた服など、腕や太ももが出しやすいものが便利です。
接種前には聴診器での診察もあるので、その点も考慮して服装を選びましょう。また、赤ちゃんが落ち着くおもちゃやおしゃぶりなど、持っていくと便利なアイテムもあります。これらは赤ちゃんをリラックスさせ、緊張を和らげるのに役立ちます。予防接種は赤ちゃんにとっても、ママにとっても大切な日です。しっかりと準備をして、リラックスして臨みましょう。何か不安なことがあれば、事前に医療スタッフに相談してみてくださいね。接種前後の注意点。予防接種を受ける前後には、いくつか大切なポイントがあります。これらをしっかりと押さえておくことで、赤ちゃんもママも安心して接種日を迎えられますよ。まず、接種前ですが、赤ちゃんの体調チェックがとても重要になります。接種当日は、赤ちゃんが普段と違う様子を示していないか、発熱や風邪の症状がないかをしっかり確認しましょう。特に、BCG の接種には、肌荒れがひどい場合、接種が中止になることがありますので、事前に相談が必要です。接種当日のママの振る舞いも、赤ちゃんにとっては大切です。赤ちゃんは、ママの緊張を感じ取ることがあるので、なるべくリラックスして、穏やかな声で話しかけるようにしましょう。接種後は、副反応のチェックが必要です。発熱や接種部位の赤み、腫れなどの様子を見守りましょう。接種部位のケアも大切で、無理に触ったり、こすったりしないようにしてください。何か問題があった場合は、すぐに医師の診察を受けることが大切です。特に高熱が出た場合や、赤ちゃんの様子が普段と明らかに違う場合は、迅速に対応しましょう。接種したら、どんな副反応が出やすいのかを事前に聞いておくのも大事です。予防接種当日のお風呂はいつも通り入れて大丈夫ですが、接種部位を強くこすらないよう注意しましょう。BCG 接種の場合は、帰宅後すぐのお風呂は避けてください。接種翌日は、発熱や体調が悪いなどの副反応が出ることもあります。そのため、外出の予定は入れない方が良いでしょう。赤ちゃんの健康は何よりも大切ですから、心配なことがあれば、遠慮なく医療スタッフに相談してくださいね。今日は、赤ちゃんの予防接種についてお話ししました。予防接種は、赤ちゃんを様々な病気から守るために、とても重要です。ママやパパとして、赤ちゃんが安心して成長できるよう、サポートすることが大切ですね。この動画が少しでもお役に立てたら嬉しいです。赤ちゃんの健康と幸せのために、一緒に頑張りましょう。そして、もっと子育てに役立つ情報を知りたい方は、ぜひこのチャンネルをフォローしてください。このチャンネルでは、子育てに関する様々な情報を発信しています。動画が役に立ったと感じたら、ぜひいいねを押して、チャンネル登録をお願いします。皆さんからのサポートが励みになっています。最後になりますが、皆さんがこの情報を通して、子育ての日々を少しでも楽しく、安心して過ごせることを願っています。また次の動画でお会いしましょう。お楽しみに。